シティーズスカイライン2。がっつり区画を作ってオフィス街を作ったのにすっかすか状態の我らのネオ静岡。住民の交通マナーが悪くて渋滞を起こしたりするけど、今回も一挙やっぞー。まずはコメント欄で聞かれることが多かったのでちょろっとだけグラ設定をご紹介。今回からはこんな感じでがっつり下げました。後で V シンクだけオンにしましたが今の人口ならこれで遊べております。あと NVIDIA のコンパネで FPS32 フレームレート下げたりもしてるぜ。まあうちは中の人があたおかでカップ角でも遊べちゃうけど、まあ感覚なんて人それぞれなのでご自身の体感で妥協できるところを試行錯誤だ。さて街づくりは住宅街北西の鉱石資源の開発からスタート。鉱脈部分のマップを購入。ドドドドドー。と山を削る。景観が台無しになる日も近そうだ。この絶壁数十メートルありそうだしほんとどうしよ。高速で入り口から鉱脈まで一気に6車線にアップグレード。搬入や通勤でそのうち混みそうだから、今のうちに道路幅マックスまで拡張だぜ。幹線道路側に建物が正面を向くように歩道を使って微調整。この後グリッドが敷きやすいように角に目印の道を作ってます。小細工入りまーす。そんでビャーっとグリッドモードで一気に不整列。グリッドモードは区画が綺麗にできるから広範囲これで作ると気持ちいいぜ。十字路は削除じゃー。うちのレイムさんは十字路見ると発狂する病気です。でもコメントくださった方曰く、交通流の一般論としてですが T 字路ばかりの道路はその道路を横断したいだけの交通が、その道路を一時的に通らないといけなくなるので交通渋滞の原因になりますよ。ダメじゃねえか。私交通流という言葉すら知らなかったど素人でございます。機会があったら都市工学や社会基盤学あたり勉強してみるのもいいかもな。あ、それメルカリで教科書買おうとしてやめた。おい。いやうるせえほんとに発狂すな。今はまだ空いてるけどここ絶対渋滞するよ。かもしれんな。よし、ここは立体交差にしましょ。深さを調整し覚えたての擁壁も使おうとチャレンジ。早く使いこなせるようになって静岡をかっこいい街にしたいよ。そんで深くなった部分を繋いで、地上部分もフラットに接続を置く。下からくぐって交差を回避。これは地下部分が短すぎたかも。まあめんどくさいからこのまま行っちゃえ。おい。あとは行き来できるように一方通行でぐるっと接続を置く。これで直進車を邪魔せず行き来ができるかな？こんな感じになりそうろー。いびつ。やっぱ地下部分短すぎた。どんまい。お次はちまちま信号撤去。横切れないように横断歩道も撤去だ。横断歩道の代わりに歩道橋を設置。車移動がメインの静岡人にはきつそう。ふくらはぎマッチョになるかもな。こらー、こんなところに路駐すなー。歩道を広くして路駐を排除。あと分岐するところは右折禁止にしました。右折来たら直進してくる車と事故りそうだ。そういえば前回作った駐車場どうなった？満車でござる。こっそり金額2倍にしとこ。墓地と病院の駐車場は空いてるしマナーいいな。駐車場経営に目覚めて、建てましい。つかこんだけ駐車場あっても路駐がすごいし、駐車場のさじ加減がわからんぜ。それでは天然資源を利用するため、産業特区の石炭採掘の区画指定。建物設置して院の範囲内で、さらに使う場所指定する感じみたいだな。多分色の濃いところを多く含めば効率いい感じ？だな。こんな感じになりそうろー。建物的にはこんな感じなんだろうけど、エリア内がスッカスカなの寂しいな。効率は初期値が 100% で今 96%。やや低し。お次は区画作ったけど資源ない場所に、資源のいらない採石場を建設。なおこういう資源は町で加工したり、外部の都市に輸出したりするみたいだぜ。採石場石炭採掘と見た目一緒やん。従業員学歴なし一名なロックな職場。静岡の経済を支える立派な人面。かもしれん。経済パネルを確認すると、石炭と岩の生産が黒字化してました。ワンオペ採掘さん一人で町の岩全部作っとる。やったー学歴はないけどマジ仕事できるやつだよ。たまにいるよなそういう人。経済パネルでは資源製品の生産状況も見れて、赤字になってるのが輸入してるものになるみたい。今は石油製品とインスタント食品が輸入頼りになってるみたいだ。この辺着手すれば財政潤いそうな予感。金儲けのチャンスだ。さて次の産業を始める前に、土地を購入して住宅区画を拡張しましょ。いつの間にか人口7700まで増えて、家の需要がめちゃ上がっとる。やっはー、全部平地だー。生態系なんて関係ねえ、人間様が作った世界が新たな生態系だ。平地じゃない奴は静岡人にあらーず。聖地の邪魔する奴は全員強制立ち退きだ。
対岸も同じ高さで、正 1。ここはもう川の水深より低くなっちまってるから土手崩さないように注意しろよ。あいよ。こんな感じで川が溢れない程度に整地完了。だがこれ以上機体の進出は工夫が必要になりそうだな。海外兄貴の動画で見た、護岸工事を応用すればかっこいい河川敷とか作れないかな？高さを 7.5 メートル程度に設定することで道路が壁っぽくなるテクニック。やってみた。なんか、だせー。私のセンスじゃこれ使いこなせない。修行が足りぬ。護岸工事に失敗したのはなかったことにして、対岸への橋を建設。そういや平坦化作業の時元の橋破壊してたな。高低差の都合でだいぶ南側になっちゃったよ。交通量次第で橋再建設しないとかもだ。さて住宅街にグリッドモードで区画を敷くための下地に、歩道を敷設。ビャー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 バーバーバー。グリッド操作に慣れたのは分かったから謎のお経を唱えるのをやめなさい。てへ。十字路なんて立派なもん作りおって、許さんぞ。十字路絶対許さないおばさん。まあ普通の都市作ってもつまらないし、これは継続していくよ。謎のこだわり。やっぱ作るならユニークな都市でみんなをあっと言わせたい。お前承認欲求の塊かよ。でもセンスはないからいい感じの曲線の敷き方がわからぬ。まあその程度の実力だししゃあなし。私はドバイみたいなこういったかっこいい区画割りがしたいのよ。なんだよこれ地上絵かよ。地上絵だったらこんなんもあるよ。これリアルでやっちゃうのかよマジやべえなドバイ。地獄の三叉路、いつか作ってみたい。理想たっけーな。てかこれ左折は地下とかよく考えつくな。そしてドバイに思いを馳せてたらラウンドアバウトを量産していた。いやドバイラウンドアバウトいっぱいあるけど、そんな使い方してないと思うよ。よし、満足した。こうして無駄にラウンドアバウトする住宅街が、ネオ静岡に誕生した。さて最初に作った住宅街にも行けるように、歩道橋も設置してあげましょ。これは命がけの滑り台？仮に降りられてもこんなん登れるの空挺団くらいだよ。作り直せ。地下道を通すのはどうだろう。やり方がわからん。おい。そして今動画編集しててやり方に気づき、確認したらできた。まずはコードを -7.5 に設定してクリックで地下部分を作成。そのままコードを0に戻し入り口部分を建設。多分一度地下道で建設を完了させちゃうと、入り口部分を後から作れない的な動作みたい。お前の説明が下手すぎてよくわからんが、わかっちまえば簡単なことだったっぽいな。てかチュートリアルすら無視してるからわからないことばかりなんだよ。私が歩道橋って言ってるのも実は高度高い舗装路だし、歩道橋は歩道橋で別であったり色々説明がめんどくさいんだよ。怒るな早口になってんぞ。ごめんちゃい。ちなみに歩道橋だと舗装路より1メートル低くても道路をまたげたりもします。細かいな。でも見た目がダサいので不採用。駅とかにありそうなあれだな。もっとハイカラな屋根になって出直せー。今回はなんとなく吊り橋っぽい歩道橋を採用。あとは歩道橋を使わせるため下の道路の歩道を解除。静岡人の足腰がまた強くなるな。そして工事してたところでちょうど事故発生。よりにもよって幹線道路にショートカットするための、一方通行の一車線道路で事故ってやがる。てかここ右折禁止にしたつもりができない。渋滞しちゃうじゃん。ひっぺがしてでも禁止だー。やり方がおかしいのか、信号とか横断歩道も消せないところ結構あったりするんだよな。ここは右折禁止、直進しか許さーん。お、今度は成功、よかったな。さて事故車両もどいてやっと渋滞が流れ。ってこらそこの赤のマッスルカー、そこは右折禁止だって言ってんでしょうが。片側一車線道路だから後続全部詰まっちまってる。健全な精神は健全な肉体に宿る。貴様はマッスルの面汚し、今日からもやしカーと名乗るがいい。てかそれ健全な肉体に健全な魂が宿ればいいのにの語訳だぞ。そうなの？そう、こいつも右折禁止無視してる。どうやらこの黒のセダンのオーナーも、健全な魂をお持ちでないようだ。頭に来たので3車線非対称道路にアップグレード。ルールを守らぬ人のせいで維持費がちょい上がる。リアル世界でも同じだから、良い子はちゃんとルールを守ろう。さて道路事情も落ち着いたので、ラウンドアバウト住宅地に公共施設を建設しようとしたらラウンドアバウトが邪魔で建設できない。うちのレイムさんはちょっと頭が足りない子。ラウンドアバウトを維持したい。でも建物はなんとか建てたい。そんな時はスナック外せば道路のギリに調整できます。上接続部分がうにょーんってなってる。まあそれは仕方なし。中央の学校は歩道を敷いた奥に設置してみました。これでもギリ道路接続 OK 範囲なのな。
でこのままじゃ見た目があれなので、デコデコしてごまかし。必殺、適当に草木を植えてそれっぽくする。はい、警察署も、同じ要領でデコデコ。じっくり見てはいけない、遠くから見てれば不自然には見えないはず。はい、病院も、同じ要領でデコデコ。デコレーションは楽しいけど、いつか動作重くなるかもしれんからほどほどにな。いいよ。では最後の仕上げ、区画を塗り上げろー。ネオ静岡は良いところ、ラウンドアバウトが大好きな方、移住、お待ちしております。マッスルカーもあるでよ。ではニョキニョキっと生えてくるラウンドアバウト住宅街の様子を見ながら今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。嬉しいです。若干緩い頭なのに理想の高い都市を夢見るレイム。果たしてネオ静岡はドバイのような都市になれるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。